14世紀末のフランス王国カペー朝断絶後に即位したバロワ王家は100年戦争の渦中にあり、王権の威信は脆弱であった。その中で王帝オルレアン公ルイとブルゴーニュ公フィリップ豪丹公との抗争はやがて国内を二分する大内乱へと発展する。この抗争のただ中に身を置いたのがミラノ公国の名門ビスコンティ家から嫁いだバランティーヌ・ビスコンティである。彼女は夫ルイの死後、復讐と正当性の主張を掲げてフランス宮廷に挑み続けた。だが同時に外国人妃魔術の使い手として疑惑の眼差しを向けられ、孤立無縁の立場に追い込まれていく。バランティーヌの生涯をたどることはフランス王権の分裂と民衆心理、さらに中世末期ヨーロッパにおける女性の権威の意味を読み解くことに他ならない。今後も人物史を通じて歴史の真相に迫る試みを継続するため、チャンネル登録と高評価によるご支援を賜れますと幸いです。第1章、誕生とミラノ宮廷。バランティーヌ・ビスコンティは1368年、イタリア北部の都市国家ミラノに生まれた。父は野心家として知られるミラノ公ジャンガレアッツォ・ビスコンティ。母はフランス貴族の流れを組むイザベル・ドバロワである。この血統的背景は、彼女が後にフランス宮廷へ迎え入れられる下地を形作った。ビスコンティ家はルネサンス前夜のイタリアにおいて軍事力と婚姻政策を巧みに駆使し、ロンバルディア一帯を支配した有力一族であり、その宮廷は華麗さと冷酷さが同居する独特の政治文化を持っていた。バランティーヌはその環境の中で育てられ、知性と教養に加え、権力闘争の機微を幼少期から肌で感じていたのである。この誕生の背景には、当時のイタリアとフランスの外交的関係が密接に作用していた。イタリア半島では都市国家間の抗争が絶えず、ビスコンティ家はその覇権を狙っていたが、対外的な正当性の確保には大国との結びつきが不可欠であった。フランス王家バロワ朝との婚姻はその最適な手段とみなされ、バランティーヌは幼少期から国際政治の駒として期待を背負わされていたのである。一方、周辺諸国の視点から見れば、ビスコンティ家の拡張は常に脅威だった。教皇庁はしばしば彼らを戦士と呼び、神聖ローマ帝国の諸侯もまた牽制を怠らなかった。その中で、バランティーヌがフランス王家と結びつく可能性は、諸外国にとっても重大な意味を持っていた。フランスが彼女を受け入れることは、イタリア半島に対する間接的な影響力を拡大することにつながり、イングランドとの戦争を抱えるバロワ朝にとっても有益と考えられた。当時のミラノ市民や近隣諸都市の人々にとって、ビスコンティ家の婚姻政策はしばしば距離感を持って語られていた。支配者一族が遠方の王家と結ぶ縁談は、庶民にとって抽象的なものでありながらも、自分たちの都市がヨーロッパ政治の中心に近づくという誇りも芽生えていた。ただ同時に、重税や軍役がその代償として課されることも多く、宮廷の華やかさと民衆の負担の対比が生じていた。制度的に見れば、ビスコンティ家は都市国家における選手制の典型例だった。共和制を名目としつつ、実態は世襲的支配を固める体制であり、その中で女性たちは婚姻外交の要として位置づけられた。バランティーヌもその一環として、幼少期から宮廷教育を受け、宗教儀礼や言語、文芸、政治儀式に通じるよう養成されていた。彼女に対するコンテンポラリーズの評価は二面性を帯びていた。父ジャンガレアッツォは娘を家紋の威信を担う存在として誇りに思ったが、同時に外交の道具として冷徹に扱った。一方、フランス側の要人たちは、まだと仏する前からイタリア的洗練を期待しつつも、ビスコンティの血がもたらす野心を警戒していた。すでにこの段階で、彼女の人物像は賛美と不信の入り混じる対象になっていたのである。現代の研究では、この誕生と宮廷育成の段階からバランティーヌの得意な位置づけが強調されるようになっている。彼女は単なる貴族令嬢ではなく、国際政治の結節点として生まれた存在と捉えられる。近年の歴史学は、彼女がフランスに持ち込んだ文化的影響、特にイタリア的な芸術思考や政治的言説に注目し、バランティーヌの存在が100年戦争期のフランス宮廷文化を変容させたとの評価も見られる。つまり彼女の誕生と教育は、後に展開する権力闘争の前提であり、
フランス史とイタリア史の交差点を象徴する出来事だったのである。第2章、オルレアン公ルイとの婚姻。バランティーヌ・ビスコンティの人生における最初の大きな転機は、1389年、フランス王シャルル6世の実弟であるオルレアン公ルイとの婚姻であった。この結婚は単なる恋愛や家族的結びつきではなく、フランスとミラノの双方にとって戦略的意味を持つ政治的同盟であった。当時のフランスは100年戦争のただ中にあり、イングランドとの抗争が続いていた。その中で強力な資金源と軍事力を誇るミラノ公国との縁組は、バロワ朝にとって大きな後ろ盾となるものと期待されたのである。この婚姻の背景には、フランス宮廷内部の権力構造が複雑化していた事情も存在した。若きシャルル6世は1380年代後半から精神的な不調を繰り返し、国政は王の親族である諸侯が実質的に掌握していた。その中で王帝ルイは、ブルゴーニュ公フィリップ豪炭公に対抗するために、強力な外戚を必要としていた。ビスコンティ家からの花嫁は、この権力構想の天秤を大きく動かす存在となったのである。国際的視野で見ると、この婚姻はイタリア諸国にとっても影響が大きかった。ナポリ王国やフィレンツェ共和国は、ミラノがフランス王家と結びつくことで北イタリアの勢力均衡が崩れるのを恐れた。実際にバランティーヌの婚礼は、フィレンツェにおいて、フランス王権のイタリア介入を呼び込む兆しと受け止められた記録が残っている。逆にイングランドにとっては、フランスが強大な資金と軍事力を得る可能性として警戒すべき事態であった。婚礼そのものはパリ宮廷で盛大に行われ、市民たちはイタリアの富と文化がもたらされるとの期待を寄せた。特に華やかな衣装や珍しい宝飾品は都市民の話題をさらい、バランティーヌは到着早々異国の洗練を体現する存在として注目を浴びた。しかし同時に、彼女がフランス語に完全に堪能ではなかったこと、さらにイタリア人という出自そのものが不安視され、もしやフランスを操ろうとするのではないかという風聞も広がっていた。華やかさと猜疑心が同居する出迎えであったことがわかる。制度的側面では、この婚姻はフランス王室の一員となるための正式な入試儀礼として執り行われた。バランティーヌはオルレアン公妃として公的地位を獲得し、夫の領地経営や王室の儀礼行事に参与することとなる。中世の王妃、公妃の役割は単なる象徴にとどまらず、実際には両方の財政管理者、外交の媒介者として重要な機能を持っていた。バランティーヌもまた、婚姻直後からその役割を担うことになった。関係者の評価は複雑であった。夫ルイはバランティーヌを深く愛したと伝えられ、その書簡には我が慰め、宮廷における唯一の誠実な伴侶といった表現が残されている。一方でブルゴーニュ公フィリップは、彼女をイタリア的狡猾さを秘めた存在とみなし、警戒を緩めなかった。シャルル6世ヒーザ・ボードバビエールにとっては、義妹であるバランティーヌは宮廷内の競争相手であり、両者の関係は冷ややかなものであったとされる。現代の歴史学において、この婚姻は単なる王族同士の縁組以上の意味を持つと評価されている。すなわち、それは100年戦争期フランスの権力構想にイタリア的要素を組み込み、後のオルレアン派とブルゴーニュ派の対立を決定的にした分岐点であったという見方である。さらに近年の研究は、バランティーヌが持ち込んだ文化的資産、芸術的思考や、ラテン的な政治感覚がフランス宮廷に少なからぬ影響を与えたことを強調している。彼女の婚姻は一つの外交儀礼であると同時に、フランスの宮廷文化を変容させる契機でもあったのである。第3章、シャルル6世の狂気と宮廷構想。1392年、フランス王シャルル6世はブルターニュ遠征の途上で突然精神の錯乱を起こし、家臣を殺害するという衝撃的な事件を起こした。この狂気の発作はその後も断続的に繰り返され、フランス王国は事実上統治者不在の状態に陥った。王権の空白を埋めるべく、宮廷内では親族たちによる権力争いが激化し、そこにバランティーヌ・ビスコンティとオットールレアン公類も深く巻き込まれていく。背景には、バロア王朝における統治構造の脆弱さがあった。王が健在であれば、諸侯の対立は最終的に王権によって調停された。しかし狂気の王を抱えた状況では、
その権威が機能せず、代わって王帝ルイと王子ブルゴーニュ公フィリップが覇権を争う構図が生まれた。バランティーヌは夫ルイの立場を補佐し、宮廷儀礼や人脈形成を通じてオルレアン派の基盤を築くことに努めた。国際的な視点から見ると、シャルル6世の病はヨーロッパ諸国にとっても重大な関心事だった。イングランドはフランス王国が分裂する好機と捉え、外交的な圧力を強めた。教皇庁もまた、この混乱を背景にフランス宮廷への影響力を強めようとした。一方、ミラノにいるバランティーヌの親族にとっては、彼女がオルレアン公の妻としてフランス政治に発言権を得ることは一族の威信向上につながり、彼女を支援する理由となった。しかし、宮廷内の世論は必ずしもオルレアン派に有利ではなかった。都市民や一部の貴族は、王帝ルイが財政を浪費し、王妃イザボーと密接な関係を持つことを疑いの目で見ていた。結果として、バランティーヌも夫の影響を広げるために魔術や呪術を用いているといった風聞の対象になった。実際、同時代の年代記にはイタリアから来た日は占星術を操り、王を惑わせたと記されており、彼女は民衆の不安の象徴となっていった。制度的には、この時期に王の後見体制が整えられ、王妃イザボーが摂政として政治に関与する余地が広がった。しかし、その座をめぐってオルレアン派とブルゴーニュ派の対立は一層激化した。バランティーヌは夫ルイの名代としてイザボーとの儀礼的交渉に臨む場面も多く、宮廷儀式を通じた権力の象徴性が争点となったのである。関係者間の評価は鋭く分かれていた。ブルゴーニュ公フィリップはルイを宝刀と強欲に溺れる王帝とみなし、彼を支えるバランティーヌをも敵視した。しかし一方で、イタリアから来た教養ある彼女の振る舞いに威厳と気品を認める声も宮廷には存在した。さらに夫ルイにとっては、バランティーヌは唯一の理解者であり、その精神的支柱であったとされる。こうして彼女は愛妃であると同時に、政治的には対立の矢面に立たされる存在となった。現代の研究では、この時期のバランティーヌの役割について再評価が進んでいる。かつては魔女的存在、宮廷の不吉な彼として描かれてきたが、近年では女性として極めて制限された立場の中で、最大限に政治的発言力を行使した人物とみなされている。特に、宮廷文化や芸術の支援者としての活動が注目され、単なる剣道術数の担い手ではなく文化的媒介者としての顔が強調されつつある。つまり、シャルル6世の狂気がもたらした権力の空白は、バランティーヌにとって試練であると同時に、歴史的役割を果たす契機となったのである。第4章、オルレアン公暗殺と未亡人バランティーヌ。1407年11月23日、パリの街中で衝撃的な事件が起こった。オルレアン公ルイがブルゴーニュ派の死角に襲撃され、惨殺されたのである。この暗殺はブルゴーニュ公ジャン・ムコア公が密かに仕組んだもので、フランス王国の政治秩序を根底から揺るがす転換点となった。そして、この突然の惨劇に直面したのが妻バランティーヌ・ビスコンティであった。事件の背景には、王国の権力構造の激しい対立があった。シャルル6世の狂気によって政治の空白が生じた後、王帝ルイは王妃イザボーの信任を得て実質的に政務を主導し、財政や恩寵の配分を掌握していた。しかしその振る舞いは贅沢と戦王とみなされ、市民や多くの貴族から不満を買っていた。これに対し、民衆からの支持を集めていたブルゴーニュ公ジャンは、政治的ライバルを排除するため、暗殺という極端な手段を選んだのである。国際的にも、この事件は大きな反響を呼んだ。イングランドはフランス国内の分裂を好機と捉え、ブルゴーニュ派に接近する動きを強めた。逆にミラノにいるバランティーヌの親族は、彼女の名誉が踏みにじられたと憤りを示し、報復を求めた。だが、イタリアから直接介入することは難しく、バランティーヌはフランス宮廷で孤立無縁の立場に立たされたのである。民衆の感覚は複雑であった。パリ市民の多くはルイを浪費と奢侈の象徴と見ており、暗殺後には正義が行われたと喝采する声さえあった。ジャン・ムコア公は事件から間もなく正義の動機に基づく行為であったと堂々と演説し、驚くべきことに一定の支持を集めたのである。これに対して、
バランティーヌは夫の名誉と正当性を守る唯一の遺族として声を上げたが、その訴えは大多数の市民にとって共感の対象とはならなかった。制度的にはルイの死によってオルレアン派の継承権と後継体制が問題となった。嫡子シャルル、後のオルレアン公子人シャルル・ドルレアンはまだ幼く、母バランティーヌがその後見人となった。しかし女性が政治的代理人として前面に出ることは当時の慣習に照らして極めて困難であり、バランティーヌは形式上の地位を持ちながらも実際には未亡人としての嘆願者に押し込められていった。関係者の評価も二極化していた。ブルゴーニュ派はバランティーヌを夫の野心を代弁する危険な存在とみなし、冷笑と警戒を向けた。これに対し、彼女を支えたのは一部のオルレアン派貴族と文学者たちである。特に詩人クリスティーヌ・ド・ピザンは、彼女を悲劇の未亡人として描き、その高潔さを称えた。つまりバランティーヌは同時代の人々にとって敵対的に見られる一方で、美徳と忠義の象徴として崇敬される対象でもあったのである。現代の研究では、この暗殺とその後のバランティーヌの行動が再解釈されている。かつては彼女の存在は夫の陰に隠れた悲劇の女性として語られるにとどまっていた。しかし近年は、暗殺直後に毅然とした態度で裁きを求めた彼女の姿勢が、女性の政治的主体性の一つの表れと評価されている。さらに、彼女が維持の権利を守り抜こうとした努力は、後にアルマニャック派と呼ばれる政治勢力の形成に結びつき、フランス内戦の構造を決定づける要素となった。つまりバランティーヌは夫の死によって歴史から退いたのではなく、むしろ新たな政治的役割を担うことになったのである。第5章、復讐の誓いとアルマニャック派の形成。夫オルレアン公ルイの暗殺後、バランティーヌ・ビスコンティはただ沈黙する未亡人ではなかった。1408年、彼女は王宮に赴き、涙ながらに夫の無念を訴え、我が子の権利と父の名誉を守ることを誓ったと伝えられる。この場面は同時代の年代記に鮮烈に記録されており、彼女の言葉は王公たちに強い印象を残した。バランティーヌにとって復讐とは単なる感情ではなく、維持の将来と一族の正当性を守るための政治的行為であったのである。背景には、フランス王国の政治構造が決定的に分裂していく状況があった。ジャンヌ・コア公が正義の暗殺を公然と宣言したことで、王国はブルゴーニュ派とオルレアン派に二分され、内戦の火種が拡大した。バランティーヌは孤立しながらも、夫の名誉回復を掲げて貴族たちの支持を糾合し始める。この動きが後にアルマニャック派と呼ばれる政治勢力の形成につながる。名は彼女の娘婿アルマニャック伯ベルナール7世に由来するが、その精神的旗印となったのは他ならぬバランティーヌの訴えであった。国際的には、この内戦的状況は周辺諸国にとって絶好の介入の機会となった。イングランドはブルゴーニュ派との関係を深め、後にアジャンクールの勝利へとつながる基盤を固めた。一方、教皇庁はアルマニャック派を通じてフランスへの影響を維持しようとし、イタリアの都市国家もまたバランティーヌを支援する会中で揺れ動いた。特にミラノのビスコンティ家は、血縁を通じて彼女を後援する姿勢を示しつつも、フランス内戦に直接介入することは避け、結果としてバランティーヌは名のみの支援を受けるにとどまった。民衆の視点では、バランティーヌの姿は二重の意味を帯びていた。一方で夫を奪われた悲劇の未亡人として同情を集めたが、他方でイタリア人としてフランスには災いをもたらしたとの風評も強まり、パリの市民はむしろブルゴーニュ派に親近感を抱いた。つまり彼女は民衆にとって共感の対象であると同時に疎外感の象徴でもあったのである。制度面では、彼女の活動は公権制度と未亡人の権利に直結していた。中世フランスにおいて未亡人は形式的には一定の財産権とこの公権権を保持できたが、実際には親族男性の影響下に置かれることが多かった。バランティーヌの場合も、幼いオルレアン公シャルルの後見人としての立場を有しながら、女性であるがゆえに政治決定の場に直接関わることは制限されていた。だからこそ彼女は復讐という道徳的権威を武器にして自らの発言権を正当化せざるを得なかった。関係者の相互評価は緊張を帯びていた。ブルゴーニュ派は彼女を復讐心に駆られた危険な女と揶揄したが、
アルマニャック伯ベルナール7世ら同盟者は気高き義母として尊敬を寄せ、彼女の名を旗印に戦った。また文学者クリスティーヌ・ド・ピザンや詩人たちは彼女を正義を訴える女性の象徴として描写し、宮廷文化において彼女の存在を得意なものとした。こうしてバランティーヌは政治的文学的両面で声を持つ未亡人として位置づけられていった。現代の研究はこの時期のバランティーヌを女性が正義と復讐を媒介として政治に介入した稀有な例と評価している。従来はアルマニャック派の形成を男性貴族の同盟として説明する見方が主流であったが、近年はバランティーヌの役割が改めて強調されている。つまり彼女は単に夫の死を嘆いた存在ではなく、対立構造を象徴化し、派閥に正当性を与える役割を担ったのである。彼女の復讐の誓いはフランス内戦のイデオロギー的起点であったとすらい。第6章、晩年と孤独の死。バランティーヌ・ビスコンティの晩年は政治的闘争と深い孤独が交錯する日々であった。夫の仇討ちと維持の権利を守るために闘志を燃やした彼女であったが、次第にその活動は限界に直面した。1408年以降、アルマニャック派が次第に勢力を拡大する一方で、バランティーヌ自身は健康を害し、また宮廷での立場を失っていった。1408年12月、彼女はオルレアン公領のブロワにおいて40歳の若さで死去した。この死の背景には、フランス政治の変化が大きく影響していた。オルレアン派とブルゴーニュ派の対立は激化し、内戦の色合いを濃くしていたが、派閥の中心に立つのは次第に男性の領主や軍司令官たちとなり、バランティーヌの未亡人としての声は次第にかき消されていった。加えて、彼女につきまとう魔術の噂や外国人種としての偏見は完全には消えることがなく、宮廷内で孤立を深めていた。国際的な視点で見ると、バランティーヌの死はミラノ宮廷にとって痛手であった。ジャンガレアッツォの娘としてフランスに送り込まれた彼女は、ビスコンティ家にとってヨーロッパ政治への架け橋であったが、その存在が失われたことでミラノの影響力も弱まった。同時に、イングランドにとってはフランス国内の分裂が長期化する兆しとして歓迎され、ブルゴーニュ派にとっては脅威が一つ取り除かれたことを意味した。民衆の間では、彼女の死は大きな関心を集めなかった。パリ市民にとってバランティーヌは遠い存在であり、むしろ最悪と陰謀を呼び込んだ女性として冷ややかに受け止められていた。これに対し、ブロワやオルレアン領の人々の間では忠実な未亡人として哀悼が寄せられたという記録も残る。年ごとに彼女の評価は二分されていたことがわかる。制度的に見ると、バランティーヌの死後、その遺児たちの権利は改めて問題となった。特に嫡子シャルル・ドルレアンはまだ未成年であり、後見人としてアルマニャック伯が前面に出た。これにより派閥構造は一層アルマニャック・ブルゴーニュの対立として明確化し、バランティーヌが果たしていた象徴的母権の役割は失われていった。未亡人の政治的役割は儚くも一代限りであったことを示している。関係者の評価も冷淡なものが多かった。ブルゴーニュ派は彼女の死を因果応報と語り、オルレアン派にとっては精神的支柱を失った喪失感として受け止められた。しかし文学者たち、とりわけクリスティーヌ・ド・ピザンのような人物は、バランティーヌを高潔で不遇な女性として描き、その名誉を文化的記憶の中に残そうとした。こうして彼女は政治の表舞台から退いてもなお、文芸の世界では象徴的存在として語り継がれたのである。現代の研究は、この孤独の死に新たな光を当てている。従来は敗北した未亡人として一面的に捉えられてきたが、近年はむしろ女性が中世後期の政治に関与し得た可能性と限界を体現する人物として位置づけられるようになった。バランティーヌの死は単なる一個人の悲劇ではなく、女性の政治的主体性が制度的制約によって押しつぶされていく過程を示す事例として再解釈されている。彼女の晩年は、栄光と孤立の狭間で揺れる女性権力者の宿命を象徴しているのである。第7章、遺産と記憶。バランティーヌ・ビスコンティが1408年に世を去った後、その存在は一時的に歴史の表舞台から退いたかのように見えた。しかし彼女の生涯は、フランス王国の政治、文化、記憶の中に深い痕跡を残した。とりわけ重要なのは、
彼女が残した子孫と彼女を象徴として掲げた政治勢力の存在である。まず血統の面で言えば、彼女の嫡子シャルル・ドルレアンは後に詩人として名を残し、さらにその息子ルイ12世がフランス王に即位することで、バランティーヌの地はフランス王位へと直結した。つまり彼女は後の王権の正当性を支える母系の礎となったのである。この点において彼女の生涯は一過性の悲劇ではなく、長期的にはフランスの王党に決定的な影響を与えた。政治的には彼女の復讐の誓いがアルマニャック派の形成に結びつき、フランス内戦の構造を決定づけた。その後もアルマニャック派とブルゴーニュ派の抗争は続き、やがて100年戦争の進展に直結する。バランティーヌの名は夫を失った未亡人の嘆きとしてだけではなく、派閥の正当性を与える象徴として利用され続けたのである。文化的な遺産もまた重要であった。詩人クリスティーヌ・ド・ピザンは彼女を高潔で忠実な未亡人として描き、宮廷文学の中に理想化された姿を刻んだ。さらにバランティーヌがイタリアから持ち込んだ芸術的思考や蔵書はフランス宮廷文化の洗練に貢献したと評価されている。彼女は政治的には敗北を重ねたが、文化的には異国からの媒介者として持続的な影響を与えたのである。同時代における評価は二極化していた。ブルゴーニュ派やパリ市民の間では魔女、最悪を呼ぶ外国人といった負けのイメージが定着したが、一方でオルレアン領や文学界においては正義の象徴として尊敬を集め続けた。この二面性は彼女の記憶の特徴であり、後世においても悲劇の未亡人と危険な外国人という相反するイメージが並存することとなった。現代の研究はこの記憶の二重性を積極的に読み解いている。バランティーヌは単に夫に準じた女性ではなく、王権の分裂期における女性の政治的可能性と限界を体現した存在として注目されている。特にフェミニズム史の観点からは、彼女が母としてまた未亡人として政治的発言権を獲得しようとした点に新たな意義が見出されている。すなわち彼女の遺産は単なる血統的継承ではなく、女性が中世ヨーロッパの権力構造にどう関与し得たかという問いを現代に投げかけているのである。このようにバランティーヌ・ビスコンティの記憶は悲劇と栄光の交差点にあり、フランス史とイタリア史をつなぐ象徴として今日なお再解釈され続けている。彼女の短い生涯は権力の陰影と人間の尊厳を同時に映し出す鏡であった。今回の動画は以上となります。バランティーヌ・ビスコンティの生涯は単なる王帝の妻という立場を超え、フランス王国の政治史における大きな分岐点を体現した存在であった。ミラノの選手家に生まれ、フランス宮廷へと嫁いだ彼女は100年戦争の渦中でシャルル6世の狂気、オルレアン公ルイの暗殺、そして派閥抗争の激化という歴史的激流に翻弄された。だが彼女は受動的な犠牲者ではなく、復讐と正義の名を掲げて政治に介入し、アルマニャック派の象徴的存在となったのである。その過程で彼女は民衆から魔女として恐れられ、同時に文学者から高潔な未亡人として称えられるという相反する記憶を同時に背負った。つまり彼女の人生は、女性が中世ヨーロッパの権力に関わろうとした時に直面する可能性と制約の両面を映し出している。彼女の血統は後にフランス王ルイ12世へとつながり、文化的影響もまた宮廷に深く根付いた。バランティーヌを通じて我々が問うべきは、中世ヨーロッパにおいて女性はどのように権威を主張し得たのか、そしてその主張はどのように記憶され、時代ごとに解釈されてきたのかという問題である。彼女の短い生涯は、歴史の動きを個人の視点から捉えることの重要性を改めて示している。最後までご視聴いただきありがとうございます。本シリーズの継続とさらなる歴史分析の進化のため、チャンネル登録および高評価をいただければ光栄です。それではまた次の話でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。